どうも、かごあなです。僕は今、鹿児島市坂の上の住宅街に来てます。で、ここに例によって国土地理院の地図にはトンネルの記号があるけど、その他の地図には道すら示されてない場所があるんですけど、それがこちらになります。ただ行き止まりって書いてありますけど、進入禁止とか通行止めではないので、とりあえず行けるとこまで行こうと思います。それでは早速行ってみます。で、今ちょうど行こうとしてたら、宮殿の関係者なのかな、作業着を着た人がちょうど通ってきて、ここから降りていった藪の先に宮殿の鉄塔があるみたいで、それの点検に来た人みたいでしたけど、その人に話を聞いたら、一応行き止まりっていう看板はありますけど、何の問題もなくトンネルまで行ってトンネルも通り抜けられるっていうことでした。安心しました。めっちゃ滑りそう。うわ、見てください。すごいカーブを描きながらものすごい高低差を下っていきます。広いな。普段はそんなに頻繁に使われてる道じゃないんでしょうね。ものすごい荒れてます。こちらの壁、壁だけじゃなくてこの辺も全部でしょうけど、シラスですね。すげえな。しっかりとガードレールが、排水マスもありますけど、ここ多分上の住宅地の排水管が埋められてるんでしょうね。雨水とか、そういうやつですね。よいしょ。めっちゃ滑りそうで、この曲がりくねった坂道は地元の人たちからは七曲がりの坂って呼ばれてたみたいです。別に7回曲がるっていうことじゃなくて、それだけ曲がりくねってるっていう意味みたいです。曲がりの回数というよりもこの勾配の方がすごいですよね。なかなかな高低差があります。今降りてきた場所があそこなので、そこからずっとカーブしながら降りてきて、今この場所にいます。そしてさらに下ります。こんな近かったんだ。トンネルが見えてきました。はい、こちら今日の目的である、見た目はトンネルですけど、構造物の種類でいうと橋、可動橋になります。っていうのが、この上がもう JR 指宿枕崎線っていう鉄道の路線になってます。名称が分かるものが何かあればいいんですけど、何もなさそうですね。で、天場に注射器がめっちゃ刺さってるけど、これ補修用の薬剤ですよね。こんな感じで上と下輪ゴムで結んであるので、人の手を使わずとも少しずつ自分の力で自動で注入する仕組みになってます。よう考えてありますね。注入が終わるのか、ゴムが劣化してちぎれるのが先か、どんなもんなんでしょう。こんな感じでもう注入が終わってるやつもありますね。向こう側までずっと続いてます。もう可動橋っていうのがめんどくさいので、もうこういう見た目なのでトンネルって呼びますけど、このトンネルのすぐ脇にちょっと小道があるんですけど、これ人が住んでたんじゃない？しっかりと骨組み組んで、ここで雨をしのいでた感じなんでしょうか。それではトンネルの向こう側に行ってみようと思います。お下品な落書きが。
完全に歩行者と自転車だけのトンネルって感じです。こっち側はほとんど中に終わってますね。入ってませんか。はい。あ、いや、通れます。通れる。はい。なんか心配して。なんか工事したらですね、注射器が売ってる。注入ですよね。これなんかあれ調査ですかね。いや、これ多分補修だと思います。補修の注入剤が全部亀裂を埋めたりするのに。もう普段はもうほとんど人は使わないんですか、ここテストがあるから。は。あ、もうその補修管理で使うぐらいなんですかね。鉄塔の周りを巡視場がこうあるんです。あ、じゃあもう住民がほとんど使うことはないっていう感じですかね。中学生が遊びで使ってるんです。あ、中学生の遊びだったんだ。遊びで。誰か住んでんのかと思いました。先ほど僕より先に降りていった人が僕の後ろからやってきました。さっきのテントみたいなブルーシートなんかがあったあの先に鉄塔があるみたいで、ここの通路はその鉄塔の保守管理用として主に使われてるみたいで、周辺の人たちはもうほとんど使ってないっていうことでした。中学生の遊び場になってるみたいですね。で、上にあった行き止まりの看板もここまで来る道見てもらっても分かったと思いますけど、結構崩落というかいつ崩れるか分からないので、やはり危険をはらむっていうことでなるべく人が行かないようにああいう看板にしてあるみたいです。まあでも行き止まりだったから良かったです。進入禁止とかだったら僕も入れなかったですからね。こちらには行き止まりとかそういう看板はありません。注意っていう看板だけですね。で、トンネルを抜けてくるとこちら和田中学校になります。さっきから吹奏楽の練習してるのかな。すごい楽器の音が聞こえてきます。そしてもうこちら住宅街になります。僕はトンネル入ってきたあっちの方は鹿児島市坂の上ですけど、トンネル抜けてきたこっち側は鹿児島市和田になります。鉄塔って多分あれのことでしょうね。はい、それでは坂の上側に戻ろうと思います。だけどこのトンネルの向こう側、坂の上に住んでる子たちは大部分がこちらにある和田小とか和田中に行くようになってるみたいなんですけど、通学路として使ったりしてないのかな。それかもしかしたら学校側が、通学路として使うには危険なので通らないように決めてるのかもしれませんね。しかもこれ水路にもなってるみたいですね。可動橋なんですけど暗渠にもなってますね。さっき上にあった大きな排水マスから多分ここ流れてくるんでしょうね。でこちらに行けば先ほど見えた鉄塔まで行けるみたいです。こんな感じですぐ上を鉄道が走ってます。それではまた簡単ですけど長さだけ測ってみようと思います。はい、だいたい真ん中ぐらいだと思いますけど、またここにターゲットを置いときます。坂の上側からターゲットまで 14.031 だいたい14メートルです。それでは今度は反対側から測ります。はい、和田側からは 12.881、だいたい13メートルってとこかな。なので長さは約27メートルって感じです。ちなみに高さは 1.958、約2メートルといったところです。ついでに幅も測ってみようかな。トンネルの一番下ですね、一番広くなってるところで 2.993 っていうことで約3メートルって感じかな。はい、
なので長さが約27メートル、高さが約2メートル、横幅が約3メートルって感じです。歩行者と自転車が通るには十分ですね。よいしょ。はい、昼間の可動橋こんな感じです。まあ見た目はトンネルなんですけど、一応構造物の種類で言ったら橋なので、可動橋っていう名前になってますけど、この見た目からしてもう誰がどう見てもトンネルですよね。で今は昼間なのでこんなに明るいし、すぐ近くにある学校の方からも吹奏楽の楽器の音なんか聞こえて、賑やかですけど、夜になって暗くなってもこのトンネルの向こう側、学校がある方はもうすぐ住宅街なので、そうでもないと思うんですけど、こちらですね、坂の上方面は住宅街からこのトンネルに来るまでが、通称七曲がりの坂って言われるちょっと曲がりくねった急勾配のうっそうとした森の中を通っていくので、こちらがちょっとは雰囲気ある感じになるんじゃないでしょうか。ただどちらの住宅街ももう家が密集してて、道路も狭くて、ちょっと探したところ車を止める場所が全然なくてですね、今日も、800メートルぐらい離れたところに車止めて歩いてきました。多分夜もそんな感じだと思うんですけど、それは仕方ないんですけど、住宅街の中を一人テクテク歩いていくので、不審者に間違われて通報されないように気をつけたいと思います。気をつけるって言ってもどう気をつければいいんですかね。それではまた暗くなってから夜来ようと思います。はい、というわけで夜になりました。さすがに暗くなると雰囲気がだいぶ変わりますね。こちら住宅街ですけど、時間も時間なのでこのような感じでほぼ街灯しかついてません。でちょうど道路の角なのでカーブミラーがあります。何か映りますか？住宅がすぐそこにあるのでなるべく静かに行こうと思います。それでは早速和田中の方まで降りていきます。いやほんとめちゃくちゃ静かです。風が全くないのですごい静かです。昼間来た時より草が生えてないですか？気のせいかな。いやでもほんと風が全くないのですごい蒸し暑いです。しかもこの場所が何て言えばいいのかな、この空間だけがすっぽりとくり抜かれたような感じになってて、周りがほぼ360度全部崖に囲まれてるので、風が吹いてたとしてもこの空間にだけは風が吹かないでしょうね。すごい蒸し暑い。ちなみに今日の昼間は雨が降ってたので、とりあえず雨は止んでくれてよかったです。相変わらずすごいでかい木が1本だけ生えてます。はい、見えてきました。はい、夜の JR 指宿枕崎線の可動橋になります。別に変な噂とかがあるわけじゃないんですけど、この天板に刺さった補修用のシリンジがすごい異様な雰囲気を出してます。でちなみに昼間あった宮殿関係の人も言ってましたけど、こちらの道が鉄塔まで続いてるみたいです。でその人曰く、こちら中学生が遊びで作った場所みたいです。本当なのかな。で昼間見た感じだとここから鉄塔までも結構距離があったような気がしたけど、あの鉄塔じゃないのかな。腐れた原チャリも置いてあります。はい、それではもうトンネルって言っちゃいますけど、
和田中側に歩いていこうと思います。でちなみにトンネルを出るとすぐ住宅街なので、このトンネルの中で喋ってる声がもしかしたら聞こえるかもしれないので、なるべく静かにしようとは思うんですけど、どうなんでしょうか。はいって言ってるうちに抜けてきました。相変わらずすごいですね。はい、夜の和田中学校です。また校舎の中で点灯している照明が何とも言えないですね。でこのような感じでもうすぐ住宅街になります。ねこれ。よいしょ。いやほんとトンネルにしろ可動橋にしろ何か名称が分かるものでもあればいいんですけどね、何もないです。とりあえず坂の上側に戻ります。どうせ盗まれた自転車でしょうね。はい、坂の上側に戻ってきました。現在ちょうど午前1時になったところです。なので当然電車も通りません。涼しい。このトンネルの中を風が抜けてくるので、ここにいると涼しいですね。でこの上も風が吹いてるので竹とかが揺れてるんでしょうね。すごいいろんな音が聞こえます。はい、今回は鹿児島市の坂の上と和田のちょうど境界あたりを通ってる JR 指宿枕崎線の可動橋であるこのようなトンネル状の穴でした。やはりこのような見た目なのに可動橋っていうのは未だに違和感があります。このトンネル自体はすごくしっかりしているので人や自転車が通っても全く問題ない状態なんですけど、トンネルを坂の上方面に出てきたこちらの方がですね、このような感じで小中学生が通学するにはちょっと危ない状態なので、そういうのも含めてなるべく通らないように上の方にあのような感じで行き止まりっていう案内板を置いてるのかもしれませんね。ただ本当に通ってほしくないなら立ち入り禁止とか進入禁止とかにすると思うんですけど、やはり誰かしら利用する人はいるんでしょうね。なので行き止まりっていう案内になってますけど、おいライトのバッテリーが切れました。めっちゃ明るいなこっち。なので一応行き止まりっていう案内になってますけど、何事もなく通れるって知ってる人だけが利用する感じじゃないでしょうか。この場所の雰囲気的にいろんな噂があってもおかしくないような場所ですけど、そういう噂は一切ない、何でもない場所でした。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではこのような感じでいろんな穴、主にトンネルになるんですが、これからもどんどん紹介していきますので、興味を持たれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でさよなら。